おはようございます。ちょっと見た目がね、おかしいと思うんですけど、前髪が伸びてきちゃって、全然切るタイミングもなく、こうなってしまっております。はい。お許しください。でそんなことは置いておいて、今回はですね、これ、AirPods の話をしたいんです。というのも、僕実は AirPods デビューは全然まだ直近1年くらいなんですよね。で、去年の9月、10月に新しい AirPods Pro、3ですね、が発売されて、もうこれをめちゃくちゃ使ってます。ヘッドホンとしては、この前も紹介したナッシングヘッドホン1をファッションアイテム的にね、ずっと使っているんですけど、AirPods はね、もうこれはこれで手放せないというか、むしろ1個残すならこれですね。やっぱり連携性とノイズキャンセリング、この2観点で持ち歩くオーディオ機器を1個に絞ると言われたらこれかな。あと別観点でちょっと最近はオーディオ周りへの熱量が高まってるんですね。それこそ直近のこのカーサブルータスね。ここでは、音のいい部屋ということで様々な、オーディオ機器というかオーディオのある部屋が紹介されていて、これはめちゃくちゃ良かったですね。あと韓国に最近行ったんですけど、韓国のカフェめちゃくちゃ音がいいんですよ。すごいね、オーディオとかスピーカーとかにこだわられているカフェが多くて、なんかそれも自分の中ですごくさらに熱を高めてくれて、まずはちょっと手元の AirPods から強化しちゃおうかななんていうことを思っておりました。はい、こちらが僕の AirPods Pro 3です。これを買って良かったと思うポイントはもういくつもあるんですけど、1個はノイズキャンセリングですね。もう性能が他のイヤホンと比べて段違いです。完全に自分の世界に浸れる。それこそ直近の旅行でも飛行機の中とかで一切ストレスがなかったですね。音楽を聴くにも、ポッドキャストとかラジオみたいなものを聴くにも、むしろ何も流さないにしても、これをつけてる方がストレスがないなというふうに感じます。2つ目は連携性ですね。僕の場合は特に iPhone、iPad、MacBook、そして最近だとこの Apple Watch ですね。ここから音楽を流してスマホを置いてランニングするみたいな場面もちょくちょく出てきて、そういう時にすごく便利ですね、やっぱり。で、あと3つ目が単体でのバッテリー持ちが良くなったことです。僕これすごく助かっていて、僕一日の中でイヤホンをつけているシーン、何かを聞いているシーンめちゃくちゃ多いんですけど、そうすると途中でバッテリーが切れて何も聞けなくなるみたいなことが、たまにあるんですよね。週に1回ぐらい。今まではあったんですが、プロ3は今のところ1回もないです、それが。僕の方が先に音楽聴くのやめるので、どう考えても僕こっちの方が便利ですね。ケース込みでのバッテリーの持ち時間は30時間から24時間に2からむしろ減ってるんですけど、そこのストレスはむしろなくて、それよりもはるかに単体でのバッテリー持ちが伸びたのがいいし、この30から24時間に関しても、普通に毎日とか、2日に1回とかの充電でも全然持つので、ストレスはないですね。そんな AirPods を強化しようっていう話なんですよ。もう早速ですね、これ、お分かりいただけますでしょうか。こんな感じでですね、このイヤーピースを僕交換しているんです。僕がつけているのは、この AZLA、なんて読むのかちょっとね、分かってないんですけど、こちらの AirPods Pro 3用のイヤーピースになっています。これ AirPods Pro 3専用なんですよ。これすでに1ヶ月2ヶ月ぐらい使ってるんですけど、めちゃくちゃ効果が上がるというわけではないです。期待感をすごく高く持っておくものではない、このイヤーピース。ただ、気持ち以上の性能アップを感じます。特に僕が感じるのは装着感ですね。僕前も過去動画で話している通り、僕ね、長時間つけてると耳の周りが蒸れるというか、痒くなるんですよね、すごく。長時間つけたがるのにね。なので、定期的に外しては、耳の周り、あーってやって、また戻すみたいな。多分耳にも良くないんですけど、それの回数がね、だいぶ減りましたね、これは。僕ね、結構汗っかきなんで、そういうことなんかな。耳も汗かいてるみたいな話な気もする。いずれにせよ、そういう僕は明確にこのチップに変えてよかったなというふうに感じますね。で、あと、遮音性も上がったということで、これは僕ちょっとね、実感ないというか、言われてみればそんな気もするぐらいなんですけど、
通常のイヤーピースよりも、温度で、体温で、このフォームで形が変わるようなチップになっているので、耳に密着して、で、さっき言ったように、かゆみとかも少なく、耳につけ続けられるということです。まあ、そういう感じらしい。これがだいたい3000円から4000円くらいで、消耗品なので、一定期間で買い替えなきゃいけないっぽいんですけど、僕としては十分ですかね。結構気に入ってますよ、これ。で、ちょっと、あんまりね、これ近くで映したくないんですよっていうのも、やっぱ透明だから、汚れが目立つ。あと若干劣化みたいなものも、感じなくはないですかね。それはここの TPE、熱可塑性エラストマーというんですけど、ここの素材が、ちょっとベタついてくる感じとか、あとなんか色がね、透明性が若干少しずつ失われている感じ、この辺から感じるんですけど、許容範囲というか、買い替え前提なので、そういうもんかなっていうところですかね。イヤホンつけて人よりもなんか痒みを感じやすい気がする人は、シリコンアレルギーの可能性もなくはないらしいので、ちょっとね、一回試してみる価値はあると思いますよ。僕はこれにしてよかったです。で、そうじゃない人にとっても、これ、さっき言った通り、耳にすごくフィットしてくれる。体温で柔らかくなって粘着感が生まれるので、耳全体でこのイヤホンの重さを支えてくれるんですね。なので特定の部位に重さがかかって、数十秒でしんどいみたいなことはないかなと思います。僕それもあってね、ちょっとイヤホン選ぶんですよね。昔は僕テクニクスとかソニーのイヤホンつけられたんですけども、ちょっと重くて今耐えらんなくなってて、その点 AirPods は、性能とかもね、上げつつ軽さを維持してくれるっていうのはすごい楽ですね。ちなみにこのイヤーチップは洗えるらしいので、そこも一個メリットではありますかね。ちょっとめんどくさいけど。そんな感じです。特に僕の AirPods Pro ちゃんは、つける、聞くという観点ではそういった方向で進化をさせています。で、僕、これにやっぱりね、もう一つアクセサリーをつけたいと思っていて、それが、これです。はい。純正ではないんですが、AirPods Pro 用の、本革のケースですね。これもね、Amazon で買った、ちょっと読み方が難しいというか、なんとも言えないこのレザーケースなんですけど、で、中国のメーカーで僕がこれを買った理由は2つあって、1個は早かった。AirPods Pro 3が発売された当初、2までとのこのハードウェアの形が違ったので、ケースがなかなか長期間いろんなメーカーから出てこなかったんですよね。そんな中でこのメーカーのこのケースは異様に早く Amazon に出品してて、早くケースが欲しい僕にとってはすごくいい選択肢でした。今それは何の優位性もないんですけど、でも全然おすすめできるクオリティではあると思います。そしてもう一つが、本革ながらめちゃくちゃコスパがいいことですね。ちょっとつけてみましょう。よいしょ。はい。もうつけるのも簡単です。はめ込むだけです。いやー、いいですね。いいですね。値段が4000円とかなんですよ。めちゃくちゃ安い。本革のケースにおいて。今話した通り、AirPods 発売当初は、このケースしかなかったんですけど、今、バーって色々と出てくる中でも安いですね。ほぼ同じ形のノマドのケースがあるんですよ。僕が愛用しているこういう Apple Watch バンドとか、iPhone 用のフォンバッグを出してるノマドなんですけど、1.5倍くらいの値段がしますね。もちろん、ノマドとか他のメーカーの方が革自体の質は高いんですが、ここから乗り換えるほどのその他のメリットもそんなに強く感じなくて、ここから結局脱却はしてないですね。それだけコスパという観点で圧倒的に優れていました。で、さっきからずっと値段について言ってる通り、こういうのって安かろう悪かろうなものがほとんどなんです。僕もむしろ最初そういう風に警戒してたんですけど、意外と精度が高い。例えば、これ、充電、ここ光ったの見えますか？ LED のこの穴の部分ね。この穴の精度もすごく高いし、裏側はこんな感じですね。この蓋の開閉に干渉したりはしないです。開けてみて、この断面とかも結構綺麗ですね。4000円の本革ケースって見て、もう本当に一切期待せずにこの商品を迎えたんですけど、割合良かった。ただ、この精度に関してはどうやら人によるというか個体差によるっぽくて、特に僕のこのブラックはそんなに目立たないっぽいんですけど、ブラウンのカラーとかだと、なんかいろんなところの精度にちょっと気になる部分がある場合もあるみたいなこと言ってたので、その点は注意が必要かもですね。いや、でも、全体的にいいですよ、すごく。でもここね、裏とかも、めっちゃ高級そうかって言われると別にそんなこともないんですけど、でもいいですね。
強いて言うなら別にこれはこのケースに限った話じゃないんですけど、やっぱケースをつけるとね、厚みが出るっていうのはもう難点ですね。特にレザーの場合、これわかります？だいたいね、多分5ミリくらいは厚くなってるんですよ。全体的に。だから手に持った感覚が正直全然違いますね。だいぶでかくなった感じがあります。なので、もうちょい薄い AirPods Pro ケースが出ればいいなとは思いつつ、コスパも含めて80点、90点ぐらいの満足度はありますね。そして、最後は充電の話です。皆さん AirPods どうやって充電してますか？一番スタンダードなのは、やっぱり USB-C での充電だと思います。こうね、ここに挿して、はい、充電できました。これでもいいんですけど、やっぱりね、ワイヤレスの利便性ったらないです。僕も以前ですね、ベルキンの iPhone と Apple Watch と AirPods を同時に充電できるスタンドを使っていました。あれめちゃくちゃ便利なんですけど、ちょっとね、今僕のデスク、これご覧ください。見ていただいてわかる通り、もうめっちゃごちゃごちゃしてるんですよ。物の数をさすがに減らしたいなというふうに思っているところで、これが片付いたらね、皆さんから何回かご要望いただいているデスクツアーもね、ちょっと載せたいなとは思いつつ、ちょっと早くね、その一歩として、あちらをちょっと手放しまして、僕は、それぞれを単独でね、充電できるようにしようというふうに考えてました。で、ちょっと、これ、一旦動かしますね。はい。こちらです。Apple Watch 用の充電器なんですよ。これ僕 AirPods 持ってる方には結構おすすめできるアクセサリーじゃないかなと思っております。というのも、これ、普通にね、充電できますね。Apple Watch。これは当たり前なんですけど、この AirPods Pro 3に関しても、この Apple Watch 用の充電器で充電ができるようになってるので、これケースを外すと、はい、充電できます。光ってる光ってる。この厚みのケースだと効かない。これ僕が最近、この AirPods Pro ケースを使っていなかった理由でもあるんですけど、ちょっとワイヤレス充電の方を取ってケースを諦めてましたね。この充電器を、いろんなDIY によって便利に使っていこうっていうテクニックは、ネット上でいろいろと溢れております。この裏面に粘着みたいなのをつけて、で、デスクの天板の上に貼ってしまえば、逆さにしてね、こうやって充電できるみたいなのもあるんですけど、僕の使っているデスクおよびデスクシェルフはプレダクツのもので背面にレールがついています。なので、このデスクシェルフとかのこの背面に AirPods を装着するためのユニットっていうのも、実はプレダクツの宮沢さんがね、3D プリンター用のデータを配布したりしています。それをプリントするとこんな感じのものが出てきます。かわいいですね。これをケースにつけますと、ぴったりはまるんですよ。精度が完璧。このレールに、よいしょ。こんな感じでくっつけられます。今見えますか？実は、ここにあるんですけど、ここまでステルスにできるんですね。これで、AirPods とかを、はい、充電できますし、Apple Watch も、ここがループ状のものだときついんですけど、外せるものであれば、こうやって開いて、はい、充電ができます。これね、めちゃくちゃスマート。スマートなんですけど、さっき言った通り、このバンドとか結構選んじゃうので、最近ね、プレダクツいいものが出たんですよ。ただーん。Mount for Apple Watch。おー、かっこいいね。プレダクツから最近出たモジュール、Mount for Apple Watch です。いやー、いいですね。いいですね。人類はみんなアルミの削り出しが好きですからね。これも、さっきのこのプレダクツの宮沢さんマウントと同じように、Apple Watch 用の充電器をここにね、装着して、付けられるような製品になってます。でしかもさっき言った Apple Watch のマウントって結構世代ごとに形が違うっていう問題もクリアしておりまして、中にこのラバーみたいなものが貼ってあるの分かりますでしょうか？これによって多少のサイズ差を吸収できるようになってるんですね。なので、おそらく多くの世代で使えるんじゃないかなと思います。ここにケーブルをね、通していって、はめ込みますと。ぴったり。いやー、気持ちいいほどにぴったりはまりますね。裏側もこうやってケーブル通して、これをダッシュボードにこうやってつけるような感じですね。
はい。よいしょ。OK。ケーブルも、ちゃんと、合わせますと。おー。いや、かっこいいっすね。やっぱ。ちゃんと充電つないでやりましょう。よいしょ。まあ、例えば、AirPods も、おー。いいですね。あとはリング状とかでもうここが外れないような Apple Watch バンドも、充電できました。で、これ AirPods Pro 3って、マグセーフの普通のね、iPhone 用のやつでも充電できるんですよ。こんな感じで。だから、いや、いらなくねって言われるかもしれません。いるんです。これね、2つあるとすごく楽です。僕の場合、この Apple Watch を充電するのって、お風呂に入っている時だけなんですね。寝ている時はむしろスイミングのスコアリングとかをしたいので、この Apple Watch は腕につけてます。で、iPhone に関しては寝ている間に充電をします。で、AirPods はそういう時間とかは決まってなくて、充電足んなくなってきたみたいなタイミングで充電します。なので、お風呂に入っている時はこれです。Apple Watch と AirPods を充電する。で、寝ている間は、こうです。こう。iPhone と AirPods を同時に充電するんですね。これができるんですよ。この3台のデバイスを2つの充電器で充電できるようになったんです。さっき話した 3-in-1 の充電スタンドとかでもいいんですけど、こういったシェルフとかを使ってね、デスクの上をできるだけこう綺麗にしておきたいという観点では、この組み合わせがすごく便利なんですね。別に全然正規の大発見でも何でもないんですけど、この運用が僕にとってはすごく良かったです。ちょっと日焼け跡がひどいな。という、はい、僕の AirPods 強化のお話でした。ここまで話してお気づきいただけたかと思うんですが、僕がね、この Mount for Apple Watch をちょっと紹介したいというか、開封したかったっていう動画ではありますが、ぜひ皆さんの何かしらの参考になれば嬉しいです。ということで、このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を載せているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。また、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上、なごみ家でした。では。いやー、にしてもちょっと、デスクがごちゃごちゃしてますね。シェルフか。ダッシュボードをもう全体的に構成とか上に乗せるものとか見直さないとな。これディスプレイこのままじゃね、置けないですからね。ちょっと考え直します。